なあ、ADCDEFT 対応説明してくれよ。ADS-CFT 対応ね。これはね、物理学者が重力っていうバグだらけのコードに絶望して投げ出して、いっそ重力のない別言語に丸ごと翻訳できねえかって探した挙句見つけた最強の翻訳機、コンパイラなの。翻訳機、物理学の話だろ。そう、まず ADS 空間は重力がある3次元。D プラス1次元の世界のこと。私たちが今、こうしてリンボを落としたりジャンプしたりしている 3D の実行画面だと思って。おう、俺たち今まさに 3D 実行中だな。で、CFT は重力を含まない2次元。D 次元のコードのこと。中身は重力のない場の量子論 QFT で、こっちはモニターの裏側で流れている文字だけのソースコードね。次元を1個サボってるじゃないか。情報が足りなくなるだろ。そこがこの発見の魔法なの。3D 画面で起きている複雑な重力の挙動は、実は2次元のソースコードで完全に記述できちゃうことが数学的に証明されたのよ。影か、手の形を工夫すれば、壁には 3D っぽい影が映るみたいな。そんでその動きや物体間で重力が描かれるってこと。そう。ただ普通の影とは投影の向きが真逆なんだけどね。2次元の壁に映る影、コードが本体で、そこで計算された結果が3次元の空間の手を分厚くレンダリングしているの。ああ、逆に考えるのか。ソースが壁で空間が投影先か。そうだね。3D の手の動き、ADS を見て、この複雑な動きを計算しなきゃって悩むより、影になってる 2D の手、CFT を計算した方が重力を考えなくていい分、圧倒的に楽でしょ。その ADS 空間を囲む1次元少ない D 次元の境界面で起きている重力を含まない場の量子論が ADS 空間上に投影されているものを記述しているということなの。1997年、丸田瀬名が見つけたのはこういうこと。重力のある世界ビットと重力のない量子の世界ビットが別の理論じゃなくて同じものの2つの書き方だと証明した。この ADS-CFT 対応はホログラフィック原理を具体的な数式で書き上げた初めての実例なのよ。おお、これまたひょっとしてパラダイムシフトじゃないか。そう、QFT が目指したのは量子力学が全ての物理法則の最上の理論であること。つまり統一場理論の完成。そのためだけに重力を統合する必要があったけど、何十年かかっても QFT の考え方ではこれだけは叶わなかった。超弦理論、量子ループ重力、そしてこのホログラフィック原理。そもそもは QFT が記述し損ねた重力をどうするかという問いから始まって進化した理論なの。なるほどな。超弦理論では閉じた紐、量子ループ重力では空間丸ごとビット化したネットワークの揺らぎ、ホログラフィック原理では QFT にそもそも重力項がないんだから CFT で記述した余りが重力だって言ってんの。いいところに気がついたね。そうなんだよね。CFT のどこにも重力を示す項なんて書かれてない。CFT には熱を示す項もないの。分子一つ一つをどれだけ分解しても熱という粒は存在しない。でも集まって動けば熱いという現象が生まれる。重力もこれと全く同じなんだよ。ちょっと待てよ。重力が熱みたいな現象でソースコードに書かれてないってことは QFT の重力項以前に物理学者がずっと探してる重力の粒、重力子なんてそもそも存在しないってことか。そうだね。正確には3次元空間上に粒として存在してない。 ADS-CFT ではこう考えるの。温度の粒をいくら探しても見つからないのと同じで、重力も情報の統計的な振る舞い、エントロピーに過ぎない。だから QFT に重力を組み込もうとすると無限大に発散して計算が壊れてたの。存在しない型を無理やりソースコードに定義しようとしてたんだから。うわ、100年間のバグ取りの結論がそもそもそんな関数ねえよかよ。でも超弦理論、紐理論では10次元使って追い詰めた先で重力子捕まえたじゃん。加速器で砕いても出てこないのは3次元の D プラス1でやってるからってこと。それは次元の話じゃなくてスケールの話なの。前回出てきたプランク長さ LP 覚えてる？プランク長い、魅惑の低音か。プランク長さ、プランクスケールね。ああ、ベッケンシュタイン・ホーキングの式に出てきた最小のマス目だろ。
そう、重力の量子的な効果がはっきり現れるのは、そのプランクスケール10のマイナス35メートルに近づいた時だけ。 L1c みたいな最強の加速器でも、見えてる距離はプランクスケールよりまだ10の15乗倍くらい大きいの。つまり重力子を粒として直接見るには今の加速器じゃ桁が全然足りないってことか。そう、これは超弦理論でもループ量子重力でも ADS-CFT でも共通の壁なの。重力が3次元空間に粒として見つからない理由は、次元の数のせいじゃなくてプランクスケールの壁、要するに加速器も同じ壁にぶつかってるんだよね。なるほど。でも ADS-CFT には重力の計算が入ってないから問題にならないんじゃないの。CFT はそうだけれど ADS 側は普通に重力理論だから同じ問題は残るんだよ。画期的なのは重力を計算の余剰として現象として定義したこと。 3D の実行画面 ADS 側で見れば重力子は確かにオブジェクトとして存在し重力として振る舞っているように見える。でもその中身を 2D のソースコード CFT 側で解析するとそこには重力子なんて定義されていなくてただの情報の絡まり量子もつれとして記述できちゃうのよ。だからプランクスケール問題に直面しないんだね。重力子は宇宙が3次元としてレンダリングされた時に現れるマクロな秒が単位であって宇宙の最小構成要素リットそのものではないという考え方なのよ。なるほど。どのみち3次元の一途の計算機 QFT にはどうしたって組み込めないってことか。その通り。だからこの ADS-CFT 対応はホログラフィックディクショナリー辞書って呼ばれることもあるの。重力側の現象を量子側の言葉に翻訳できる辞書ってことね。ADS 空間の中だけラムダがマイナスのデバッグ専用サンドボックスの中でだけほぼ完璧に数学的に確認されているの。俺たちの宇宙はラムダがプラスの DS 空間だからこのサンドボックスの紙パッチをそのまま使えないんだったよな。なんでラムダがプラスかマイナスかで事情が変わってくるんだぜ。それはね、一言で言うとソースコードを書き込める安定した壁があるかどうかの違いなの。ああ、宇宙の境界線のことかよ。そう、ADS 空間ラムダがマイナスは重力が内向きに働いているから宇宙の果てが箱のように閉じていてそこに安定した境界線壁ができるの。開発者にとってはそこに全データを書き込んでおける最高のストレージ固定ディスクがあるようなもの。動かない壁があるからそこに2次元のコードをきれいに貼り付けておけるってことか。そうそう。でも私たちの住むドジッター DS 空間はラムダがプラス宇宙が外側に加速膨張しているでしょ。これ 3D を投影するモニターの枠が高速で外側に溶け落ち続けているような状態なのよ。じゃあブラックホールは特異点との境界面といえば同じなんだからそこら中にあるブラックホールの表層を使えばいいんじゃないの。いいところに気づいたね。ブラックホールの境界面は確かに外壁と変わらない。でも不良セクタで例えたようにブラックホールはあくまで宇宙全体のストレージ上にある書き込み領域の一つに過ぎないの。必要なのは宇宙全体を定義するためのグローバルな外壁なんだから面積が圧倒的に足りないね。そんなこと言ったらデータ書くとこねえじゃん。そうなんだよね。DS 空間では観測者ごとに情報の地平線ホライゾンっていう境界は見かけ上存在するの。ゲームで例えるとプレイヤーの見えている範囲にだけ景色が描画されるじゃない。観測者が動けば一緒に動いちゃう自分が中心の宇宙の地平線ってこと。このホライゾンにデータを置こうとすると観測者 A のホライゾンと観測者 B のホライゾンは別物だから A のデータを置いた場所は B の宇宙を描写できない。さらにステージを囲う外側の壁は高速を超えて遠ざかってアクセス不能になる。早速積んでないか。とりあえず DS 空間というステージを作る壁がないのは分かったけど。まあそうだね。つまり固定されたストレージがない爆発炎上中の本番サーバーでどうやってホログラムを維持するかっていうのが現代物理学の最前線の戦いデバッグなのよ。そこで別の角度からこの問題にパッチを当てに行った物理学者がいるの。エリック・バーリンで ADS-CFT は重力の世界と量子の世界が同じものだと示した。でもバーリンではもっと踏み込んでそもそも重力って力じゃないんじゃないかって言い出したの。はあ、
リンゴが木から落ちるのは重力だろ。何言ってんだ。落ちる結果は変わらないの。問題はその原因。バーリンでは2010年の論文で重力をエントロピックフォース、変化力だと提案した。ゴム紐を伸ばすとゴムが縮もうとして引っ張る力を感じるでしょ。あの力はゴムの中の分子がもっとぐちゃぐちゃな状態に戻りたいっていう統計的な傾向から生まれてるの。分子一つ一つに縮む力というプログラムが書かれているわけじゃない。それ普通に弾力って言うんじゃないの。ゴムが縮もうとする反発力じゃん。だからそれを統計学でハックしようというアイディアなの。リンゴが落ちるのはリンゴという物質1トがより情報の密度が高い場所へ吸い寄せられている結果に過ぎないのよ。描画のデータ量が薄いところからより濃い位置へ移動する傾向の話。じゃあリンゴが落ちるのはより情報量が多い土に帰ろうとする力なのか。まるでアリストテレスじゃないかよそれ。そう、ある意味先祖返りだね。でもその中身は純粋な統計学なの。宇宙は常にエントロピーが最大になる構成を維持しようとする性質があるの。例えば52枚のトランプを新品の並び順で持っているとする。それを空中に放り投げて床に落ちたカードを拾い集めたら元の順番に戻っている確率はどれくらいだと思う？ありえなくはないけど確率で言うとほぼゼロだな。そう。でも物理法則にカードが元の順に戻ってはいけないという禁止命令はどこにも書かれていないのよ。ただ、ぐちゃぐちゃな並び方、状態数の方が圧倒的に数が多い。それだけなの。エントロピーが増えるというのは単に確率的にありそうな状態に向かっているというだけの話なのよ。ああ、リンゴが実って落ちるのが一番ありそうなことって話か。つまり確率的に一番ありそうな状態をキープしようとする力ということだな。それをエントロピックフォース、変化力と呼ぶと。そうそう。つまり私たちが重力と呼んでいるのは宇宙のビット情報が最も確率的にありそうな並び方に再配置されようとする時に発生する情報の表面張力みたいなものなのよ。言うだけじゃなくてニュートンの重力の式もアインシュタインの一般相対性理論の方程式もちゃんと導出できることをバーリンでは示したの。つまり重力は宇宙の基本コードじゃなくて情報量を表示する時のレンダリング処理の副産物、アニメーション効果なの。画期的なのはわかるけど、でもそれがなんで離れていっちゃう壁のパッチになるんだぜ。いい質問だね。それがサンドボックス ADS にはなくて私たちの本番環境 DS にだけある最大の特徴に関わってくるの。私たちの宇宙はラムダがプラス、つまり外側に向かって加速膨張している。これ情報理論的に見ると宇宙全体が常に膨大な背景ノイズ、エントロピーを発生させている状態なのよ。背景ノイズ、宇宙が広がるとノイズが増えるのか。そう、加速膨張する宇宙の地平線、ホライゾンは実は熱を持っているの。バーリンではこう考えたわ。この加速膨張が生み出す背景ノイズが銀河の中の情報の並び替え重力に余計な干渉をしてるんじゃないかって。あ、加速膨張のせいでエントロピックフォース、変化力に影響しちゃうような情報の偏りができてるってことか。そう、太陽系で言えば外側を回る惑星ほどゆっくり回るの。中心の太陽の重力が距離とともに弱くなるからね。でも銀河の外側の星はその予測より早く回ってる。見えてる星やガスの重力だけじゃ足りない。何か見えない質量が銀河の周りにくっついてるはずだってことでダークマターが要請されたの。ダークマターとかダークエネルギーとかロニー・ジェームス・ディオかよ。誰それ？いやなんでもない独り言。そう。でもバーリンでは2016年の論文で別の答えを出したの。実際の物質量から導かれる重力と釣り合わない速度で回転している銀河の端っこの方、物質が少なくて情報の密度が低い場所では本来の重力に加えて背景ノイズによる情報の押し込みが発生して重力がほんの少しだけ強くなる。バーリンデがこの加速膨張による背景ノイズの干渉を計算したところダークマターが必要とする分量とピタリと一致しちゃったの。それはすごいな。観測不能な変な理由を探すよりよほど筋がいいじゃないか。そうなんだよ。ダークマターは実在する物質、ITじゃない。加速膨張というパッチを当てた宇宙 OS が銀河の端っこで引き起こしている計算のあまりスケーリング誤差だったのよ。というわけでダークマターを宇宙からデリートしたった。てか
ただここは正直に言わなきゃいけないんだけど、この理論はまだ銀河の回転速度を説明できるというところまでしか確認されてないの。だんだん銀河団の観測みたいに見えてる物質の重力中心と重力レンズでわかる質量の重心がずれているケースはバーリンでの理論だけだと説明が難しいという指摘もある。今のところダークマター粒子説ラムダ CDM の方がより幅広い観測データを説明できているのが現状なんだよね。どう見たってラムダ CDM の設定の方がどうかしてるぜって感じなのにな。推し活じゃないんだから勢いだけで次々乗り換えるわけにいかないじゃない。まあそうだな。それはそれでいいとして、問題は DSCFT の離れていく壁の方だろ。そうだね。バーリンでの発想のリファクタリングはダークマターと同じ発想で、宇宙の体積そのものに備わっているエントロピーを利用したの。本来は捨てるはずの熱、ノイズを重力を計算するためのバッファメモリとして再利用した DS 空間。本番環境にはデータを書き込む固定ディスク、壁がない。だったら高速度を超えて逃げていく壁を追うのをやめて、加速膨張が生み出す空間の背景ノイズそのものを仮想ディスクにして、その場にあるもので実在を創発してしまえというパッチ。でもそれって壁と違ってめちゃくちゃ不安定なんじゃないの。重力の偏りがエントロピックフォースで最終的にいい感じになってしまうのはわかるけど、ちゃんと CFT、ER=EPR で一と作れるの。鋭いわね。結論から言うと、今の物理学でも 100% 安定して一頭を作れるとは言い切れていないの。DS 本番空間ではその ER=EPR ケーブルが加速膨張で常に引きちぎられそうになっている状態で、外側の壁との同期が取れない代わりに、この図のような超現場主義のレンダリングで乗り切っている状態。つまり私たちの現実は完成したビルドじゃなくて、常に不安定なノイズの中からレンダリングされ続けているストリーミング映像に近いのよ。壁を追うのをやめて目の前のゴミ、ノイズをメモリに転用したってわけか。でもそれじゃデータがデタラメにならないか。そこでストレージであるブラックホールと観測者のクエリー、問いが重要になるの。本体のデータ、ビットは手近なブラックホールから参照し、それを背景ノイズというエネルギーで実体、イットへと膨らませる。その時、ノイズがビットを押し込む勢い、エントロピックフォース、重力となって、イットの挙動を確定させているのよ。面白いな。でしょう。で、こんな風に ADS-CFT とバーリンでの理論を組み合わせると、QFT の宿題が解けてしまう。重力項を定義しろというお題目の設定がそもそも間違ってますよってこと。そうだね。CFT では記述されない部分にエントロピーとして重力が現れる。最初から重力を量子化するっていうクエスト自体が間違った設計だったというのが今日話したことの結論なの。それでは超弦理論とループ量子重力の立場ないんだぜ。これはシーズン3で言ったように、どれが正しいという話ではなくてアプローチの違いの話なんだよね。超弦理論はブラックホールがストレージであることを証明し、ループ量子重力はビッグバウンスを解き、 ADS-CFT はいよいよラムダを追い詰めた。それぞれに正しく強みも弱点もあって、使えるところはお互い取り込んでるからね。さて次回はいよいよ宇宙の不良セクター、情報密度が高いのに除くと OS がフリーズするブラックホールの謎解きね。よっしゃ、俺たちのメインストレージの話なんだぜ。じゃあまたな。